今日はこんにゃくとちくわのピリ辛炒めを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、こんにゃくとちくわのピリ辛炒めを作っていきたいと思います。この2つをね、炒めて作るだけなのですごく簡単です。こんにゃくにね、しっかり味を染み込ませるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに調味料以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。こんにゃく、ちくわ、鰹節、唐辛子。今回はこちらの材料で作っていきます。まずこんにゃくなんですが、こちらは1枚 250g のこんにゃくを使います。中にはね 200g のこんにゃくもありますので、その場合は 200g でも大丈夫です。そしてちくわは3本ですね。あとはね、今回ピリ辛こんにゃくということで唐辛子を入れてきますが、もし辛いのが苦手な場合は、今回ピリ辛こんにゃくなんですけれども、こちらは抜いて作っていただいても OK です。それでは続いて調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、ごま油、すりごま。こちらの材料を使って作っていきます。まずお酒に関しましては、料理酒ではなくて清酒を使っていきます。ない場合は料理酒で代用していただいても OK です。あとはすりごまです。こちらのすりごまがない時はね、いりごまを吸っていただくか、もしくはそのままいりごまを使っていただいても大丈夫です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにちくわをね、輪切りにしていきます。だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。お好みでね、斜め切りにしていただいても OK です。ちくわはこのように切っておいてください。それでは続いてこんにゃくですね。だいたい今売ってるこんにゃくだとね、アク抜きが不要なものが多いと思います。なのでアク抜き不要と書いてあるものはそのまま使ってください。もしアク抜きが必要な場合は熱湯でね、軽く下茹でして、そしてアク抜きしてみてください。そうしましたらこんにゃくはですね、まず味が染み込みやすいように浅く切れ込みを入れていきます。こんな感じでね、隠し包丁みたいな感じですね。斜めに入れていきます。はい、今こんな感じ、このように入れてます。はい、そしたら今度は縦にしてまた同じように切れ込みを入れていきます。このように切れ込みを入れてみてください。そしたら続いてこちらのこんにゃくをスプーンでちぎっていきます。スプーンやまたはね、手でちぎった方が味が染み込みやすくなります。ではこちらをね、一口サイズの大きさにこんな感じでちぎってください。こんな感じ、このようにちぎっていきます。はい、こんにゃくはね、このようにちぎってください。それでは続いて唐辛子です。こちらはまずキッチンバサミで半分に切ります。そして種を除こうと思ったんですが、この唐辛子は中に種が入ってなかったのでこのまま使っていきます。多分ね、これ袋の中で種が抜けちゃったと思うんですが、だいたいね、種が入ってるので一度半分に切って種を取り除いてください。そしたらこちらを輪切りにしていきます。でスーパーにはね、もう輪切りになってる唐辛子も売ってるので、そちらを使っていただいてももちろん OK です。唐辛子はこのように準備しておきましょう。それではね、炒めていきます。まずフライパンにごま油を敷きます。そして火にかけましょう。油が温まったらここにこんにゃくをまず入れます。そして火加減強めの中火ぐらいです。このまま焼き色がつくまでね、炒めていきます。こんにゃくを炒めるとね、このように細かい泡が出てきます。これは喧嘩というね、化学反応なんですが、このまま食べても問題ないので心配せずにね、調理してください。今ね、だいたい5分ほど焼きました。そうするとこのようにちょっとね、縮こまってこんにゃくにね、焼き色がついてきます。こう縮こまるということはこんにゃくの水分が飛んでます。なのでその分ね、味が染みやすく
なります。そしたら続いてここにちくわを入れます。ちくわを入れたら火加減中火に戻します。そしてさっと混ぜて、続いてここにお酒と甘み系の調味料を加えます。まずお酒です。続いてお砂糖、そしてみりん。これでまずね、甘み系の調味料を染み込ませてください。お醤油とね、同じタイミングで入れると甘みがね、中に入っていかないので、必ず一番初めにお酒と、あとは甘み系の調味料を加えてください。お酒はね、後から加えるとアルコールがね、飛ばない時があるので、最初に入れてください。で、だいたい30秒ぐらいですね、しっかりなじませていきます。馴染んだら続いてここに鶏ガラスープの素と、あとはお醤油、そして鰹節、あとはすりごまと唐辛子を加えます。そして炒めましょう。これでしっかり炒めていきます。だいたい1分ぐらいですね、よく混ぜながら炒めてください。そして味をね、染み込ませていきます。はい、OK です。はい、これでちくわこんにゃくのピリ辛炒めの完成です。こんな感じでね、しっかり味がなじめば OK です。それでは器に盛りたいと思います。はい、これでちくわとこんにゃくのピリ辛炒めの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後彩りにね、こちら分量外ですが小ネギを散らしてます。こちらはお好みでやってください。しっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。このね、ピリッとした辛さが最高ですね。こんにゃくにもしっかり味が染み込んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のちくわとこんにゃくのピリ辛炒めのポイントです。まずこんにゃくなんですが、今回私はね、アク抜き不要のこんにゃくを使用してます。今スーパーに並んでるこんにゃくはね、アク抜き不要のものが多いと思うんですけれども、もしアク抜きが必要な場合は、一度沸騰したお湯で下茹でしてからね、使うようにしてください。そしてこんにゃくの切り方なんですが、まず表面に浅く切れ込みを入れてください。そうすることで味が染み込みやすくなります。そしてさらにですね、スプーンで一口サイズにちぎっていただくことで味が染み込みやすくなりますので、ぜひね、スプーンでちぎって作ってみてください。そしてその後ですね、まずはじめにこんにゃくを焼くんですけれども、焼いてる時に少し泡が出てくると思います。これはこんにゃくの化学反応で喧嘩というものになるんですけれども、食べても問題はないので心配せずに調理していただけたらと思います。そしてその後ですね、しっかり軽くね、こんにゃくに焼き色がつくぐらいまで焼いていただいて、あとはちくわを加えて最初に甘み系の調味料をなじませてください。醤油と一緒に入れてしまうと甘みが中に入っていかないので、必ず一番初めになじませるようにしてください。あとは残りの材料を加えてしっかり炒めて仕上げてください。今回ですね、ピリ辛炒めということで唐辛子を入れてますが、もし辛いのが苦手な場合は唐辛子を抜いて作っていただいても大丈夫です。そして今回鶏ガラスープの素を使用してますが、こちらは顆粒の和風だしなどで代用していただいても OK です。お好みでね、作ってみてください。日持ちに関しましてはだいたい2日ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちくわとこんにゃくのピリ辛炒めを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。